夜の12時30分くらいなんだけど、夜中の花こずクッキング始まります。今日作るのは私がよく作るおなじみのバナナパウンドケーキです。いい感じに黒くなってる。オーブンはもう170度で予熱しておきました。でレシピは私が以前インスタで公開したバナナパウンドケーキのレシピですね。バナナ1本とナッツ適量って書いてるんだけど、今日はナッツがないのでナッツはなしで、卵1個、お砂糖、牛乳、サラダ油、強力粉、ベーキングパウダーですね。強力粉が 140g 必要なんだけど、多分足りないので薄力粉を使います。強力粉 140g ないかなって思って薄力粉も用意したんだけど、全然 140g ありました。ベーキングパウダーを小さじ1入れます。もうお砂糖も入れたんだけど、お砂糖を入れてる時に、お砂糖ってバナナケーキにこんなに入れるのかって思っちゃって、お砂糖 60g 入れるところを 40g にして、残りのお砂糖 20g の代わりに蜂蜜を 20g 入れて作ってみます。味変わるかなあ、作り方間違えちゃった。眠い時に作ると頭が回らないですね。まあいいか。で、バナナの皮を剥きます。もうちょっと黒くてもよかったけど、このまま使います。バナナを潰す。私、明日が休みってなるとめっちゃ嬉しくなっちゃって、平日だともうそろそろ寝る時間かって思う時間だから、今ちょっと眠いんだけど、でもやっぱ明日が休みってだけで嬉しい。私の母も翌日が休みってなると結構夜更かしするタイプなんですよ。だから私は完全にその遺伝子を引き継いでるなって思います。これぐらいバナナを潰しました。豆乳大さじ 1.5。サラダ油じゃなくて米油を使います。これ前コストコで買った太白ごま油。また買わなきゃ。よく混ぜます。バナナパウンドケーキめっちゃ簡単に美味しくできるから、今まで何回作ったことやる。明日は弟は朝からバイトで、朝の7時には家を出るみたいなんですよ。7時に家を出るのか7時に起きるのかがちょっと分かんないんだけど、パウンドケーキも切ってテーブルの上に置いておこうと思って今日焼くことにしました。今日話したかった3人暮らしのことについて。もう3人暮らしになって何ヶ月経ったんだろう。10月から完全に弟がうちに来たから、10、11、12、来月で5ヶ月目に入る。あらかじめオイルを塗っておいたパウンドケーキの型に流し込みます。10センチぐらいの高さから落とす。170度で10分から15分焼きます。1回10分見て、で真ん中に切り込みを入れて、さらに10分15分くらい焼きます。ケーキが焼けるのを待ってる間に紅茶でも入れようかな。紅茶はこれにしようかな。カモミールフラワー、寝つきが良くなるらしい。
さっきの話に戻るけど、弟がうちに来て4ヶ月くらい経つんだけど、あっという間でしたね。最初はめっちゃ楽しいしかなくて、お互い新鮮だったのかな。私とおいちゃんと弟が同じ家で住むっていうのが新鮮で楽しくて、今も楽しいっていうのは全然変わらないんだけど、その途中でやっぱ私もしんどいなって思うこともあって、最初の2ヶ月目くらいかな、弟が夜遅くにいつも帰ってくるから、私もなんかそれにつられて夜ご飯を作る時間が遅くなっちゃって、そこからまた夜ご飯を食べた後にいろいろ私がやりたい趣味の時間とかもあったから、そのバランスが難しくて、一時期は夜ご飯を食べるのが、私たち2人の時も結構遅い時間に食べることも多かったんだけど、平均すると9時10時くらいかな。それが11時から食べ始めたりとか、もう超遅い時で12時から夜ご飯をみんなで食べ始めたりとか、変な時間になっちゃってたので、それから弟中心に考えちゃダメだって思って、別にねその時は弟を中心に考えようとかそういうのは全然思ってなかったんだけど、なんか気づいたらそうなってたのかな。最近は私とおいちゃんは先にご飯を今日は7時ぐらいには食べてたんだけど、それぐらいの時間に食べて、弟はね帰ってくるのがもう遅いから仕方ないねってことで一人で食べてもらったりしてます。3人暮らしのコツなんだけど、結構助け合いは大事だなっていうのはめっちゃ思いました。弟がね私の家の近所でバイトを始めたんだけど、頼んでもないのにお団子とか買ってきてくれるんですよ。お団子とか、あと食パンとか、今日も食パン2斤とコカ・コーラも買ってきてくれて、そういうのがあるとありがたいなとか助かるなって思いますね。でもやっぱり一番はおいちゃんに感謝ですよね。私友達とかにも3人暮らしのことを話したらみんなにびっくりされるんだけど、なかなかそんな3人暮らしいいよって言ってくれる旦那さんいないよっていう風に言ってくれて、本当にそうだよなって思います。おいちゃんがね夢を追いかけてる若者が好きみたいで、応援したくなるんだっていうことは言ってました。でもこの3人暮らしはいつまで続くかわからないからね。弟がもしかしたら今の夢を諦めて別の道に進むかもしれないし、その時は一旦沖縄に帰るのか、まだ東京で頑張るのかわかんないけど、私もそこは全然読めないから、とりあえずは風の流れに身を任せて今生活してる感じですね。どうなるんだろう。なかなかないシチュエーションですもんね。爪楊枝で刺して焼けてるか見てみます。めっちゃ美味しそう。粗熱を取ります。今おいちゃんも下でお仕事中なので後で持っていく予定。気づいたら1時過ぎてるんですけど、皆さんならこのパウンドケーキ食べますか？この時間帯に。私は我慢できないから食べちゃいます。今の生活も思い出に残したくて3人での動画も Vlog にしたりしてるんだけど、いつまでも弟がいるとは限らないので、今の時間も楽しみながら生活していきたいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。